DIY 教室。凹凸部分のフローリングの貼り方。今回は合板の上に床材を貼る捨て張り工法のかち周りの施工方法をご紹介します。部屋の奥側から貼り進めて玄関や出入り口を施工します。使用する材料は捨て張り可能なフローリング材。こちらの道具を使って DIY します。かまちに当たる列と手前の列を部屋の横幅に合わせてカットします。部屋を張り進めるのと同じように必要な長さにカットして仮置きしておきましょう。手前の列の仮置きを外してかまちに当たる列を手前の列があった場所に入れ込みしっかりはめ込んでおきます。次にかまちの形に合わせて線を引くために床材の余りで幅定規を作ります。床材の余りを20センチほどにカットして表面より出ている部分を切って幅定規を作ります。表面の幅に合わせた幅定規をかまちや壁際などに当てることでカット位置を導き出すことができます。作った幅定規を裏返してかまちに当てながら線を引いて型取りします。この線に沿ってカットすることでぴったり形を合わせることができます。線を引いた床材を外してカットしましょう。手前の列をボンドで貼り付けてフロア釘で固定します。釘が曲がった場合はサネを傷つけないように注意してペンチなどで引き抜いて新しい釘で打ち直しましょう。電動ドライバーを使ってビスで固定する方法もあります。かまちに当たる列もボンドをつけて入れ込みます。かまちの周りは列の隣同士を先につないでから斜めにしながら手前の列へはめ込みます。倒しながら上から軽く叩いて入れ込みましょう。壁際の列と手前の列も必要な長さにカットして仮置きしたら手前の列を外してそこへ壁際の列を入れ込み同じように幅定規を壁際に沿わせて線を引きカットします。外していた手前の列を戻しましょう。手前の列をボンドで貼り付けフロア釘で固定したらカットした壁際の列を貼っていきます。壁際の列をつなげて手前の列にサネを合わせたら上から軽く叩いて入れ込みます。かまちから1センチ付近に隠し釘を打ちます。途中で曲がらないようまっすぐにゴムの部分が潰れるくらいまで打ち込みます。壁際にも隠し釘を打って固定します。ボンドが乾いたら隠し釘の出ている部分を飛ばします。かまちとフローリングの隙間にはコーキングを細く出して入れ込みます。はみ出したコーキングを拭き取ったら完成です。